もし家族が言われのない罪であなたを警察に突き出したらどうしますか？遡ること24年前の1998年6月、アメリカ・オハイオ州、何台ものパトカーが住宅街を走り抜け、一軒の家の前に止まりました。スワットチームが取り囲んだのはクラレンス・エルキンズという男性の自宅。手を挙げろされるがままに手錠をかけられるクラレンス。一体何事です？あなた方は家を間違えているんじゃありませんか？警察が言うには、クラレンスには義母ジュディ・ジョンソン殺害の容疑がかかっているといいます。しかし犯行のあった時間帯、クラレンスは友人とバーで飲み交わしており、無実であることは疑いようもありませんでした。ところがクラレンスの主張を聞き終えた警察は、その言い分を一周してこう言ったんです。ばあさんを殺したのはお前だって、6歳の姪っ子が言ってるんだよ。わずか6歳の姪の証言により無実の罪を着せられた男性。無残にも義母を殺害した真犯人とは一体誰なのか。クラレンスを救い出したのは妻の執念と硬い棒のタバコだったんです。おそす、この間北海道行って白い恋人現地で食べちゃったケンちゃんです。秋のヤミコです。本日は意外な方法で解決した事件を2つ皆さんにご紹介します。そしてこれらの事件ですね、解決のきっかけとなったのはなんと同じアイテムだったんです。アイテム。1つ目はカナダのコンビニで起こった凄惨な殺人事件。早速見ていきたいと思います。吹雪の夜の殺人事件。一つ目の事件は遡ること30年前の1992年3月22日、カナダ東部のノバスコシア州が舞台。海沿いののどかな町をこの日は猛吹雪が襲っていました。天気予報を眺めながらいそいそと身支度をしているのはマリー・ロレーヌ・デュプ46歳。彼女は最愛の夫と穏やかな余生を過ごすためこの町に引っ越してきたばかりでした。そして24時間営業のコンビニビッグベンズで働き始めた彼女はこの日初めての深夜勤務だったんです。しかし夫はマリーに出勤をやめるように勧めます。なあ、30センチの大雪だって今日ぐらいお休みさせてもらったらどうなんだ。しかし大丈夫よ。マリーは初めての夜勤でいきなり欠勤することに気が引けたのか、夫にそう告げると予定通りコンビニへ向かったんです。マリーの気持ち分からなくはないんだけど、旦那さんは心配よね、これは。深夜勤務っていうだけでもね、大変ですしね。その日の深夜3時、一人の男性がマリーの働くコンビニへ向かっていました。こりゃ予報の通り相当積もるぞ。翌日には大雪でほとんどの店が閉まってしまうだろうと懸念した男性は、夜も更ける中食料を買い出しにやってきたんです。そして男性が店の扉を開けたその時、うわー！男性は店内の光景に凍りつきました。そこではなんとマリーが血の海の中で横たわっていたんです。遺体は胸部を40箇所以上も刺され、あまりにも凄惨な状態でした。店のレジからは現金300ドルが盗まれており、強盗による犯行と思われました。しかしその足取りをつかむのは容易ではありません。店は街のメインストリートの賑やかな場所にあったため、普段なら深夜でも目撃者がいそうなものでしたが、この日は猛吹雪。目撃者は愚か、犯人の足跡も消えてしまっており、事件は手がかりのないまま迷宮入りとなったんです。出勤を止めようとしてたご主人のことを思うとかなりいたたまれないわね、これ。そうですよね。しかも事件当時ね、吹雪が吹いていたこともあり、当時は何もわからない状況だったんです。全部隠されちゃって。しかしですね、その後例のあれがきっかけでですね、この事件進むことになる。あれ？執念の逮捕劇。マリーの殺人事件から9年が経った2001年、警察は再びこの事件の捜査を再開することに決めました。当時は突き止めることのできなかった犯人も、現代のある捜査技術を使えば特定できる可能性があると考えたんです。その捜査技術とは DNA 鑑定。マリーが殺された当時、警察は現場で見つかったタバコの吸い殻を採取していました。これはわずかな目撃証言の中に、マリーが殺される前の午前2時頃、若い男が店内でコーヒーを飲みながらタバコを吸っていたという情報があったため、もちろん当時も DNA 鑑定はあったんですが、吸い殻から犯人を特定できるほどの精度ではありませんでした。それから9年の時が経ち、科学が進歩した今なら犯人を特定することも可能だと警察は睨んだんです。でも9年前でしょ。そこで吸ってたタバコが DNA そこで取れるってすごくない？めちゃくちゃこの件。警察もね、日夜ね、努力をね、やっていて、それがね、結びついたというわけなんですよ。鑑定の結果、タバコから抽出された DNA は警察のデータベースに登録されていたある男のものと一致しました。男の名はアーネスト・ストローブリッジ。前年に暴行事件を起こし DNA の登録がされたばかりの男でした。ストローブリッジは9年前の事件以降、ノバスコシア州を離れオンタリオ州で暮らしていました。吸い殻がなければこの男にたどり着くことさえできなかったでしょう。しかしこの男を逮捕するには、タバコ以外にも犯行に直接関係のある証拠をつかむ必要があるんです。そこで警察が企てたのがミスター・ビッグ作戦なんです。
です。何それ全然聞いたことないんだけど。めちゃくちゃすごいんですよ、これ。カナダ警察がね、うん使っている捜査の手法なんですけど、うん内容聞いたらね、マジで映画みたいなやり方、こんなの本当に現実世界であるんだっていう方法なんですけど、うんというわけでね、本日のメトラキーワード、ミスタービッグ作戦について。ミスタービッグ作戦とは1990年代初頭にカナダ警察が開発した捜査手法。容疑者に強い疑いがありながらも証拠が不十分な場合に自白を促す最終手段として用いられるんです。その実態は容疑者を架空の犯罪組織に参加させ、組織の一員として受け入れるためという口実で自身の犯罪歴を語らせるというもの。ミスタービッグ作戦ではまず容疑者を長年監視し、性格や習慣を把握します。その上で容疑者に合わせたシナリオを作り、覆面捜査官が偶然を装って容疑者に接近。十分に信頼関係を築いた段階で架空の組織に勧誘するんです。映画張りのめちゃくちゃ大きい作戦じゃないの？本当に一本作れそうなんですけど、そうねまあそんな中で警察はですね、捜査再開からね、2年をかけ、ストローブリッジをついに自白へ追い込むんです。ミスタービッグ作戦が開始されると、ストローブリッジは覆面捜査官が依頼する架空の犯罪行為に喜んで加担しました。詐欺の手伝いや密売用の銃の配達など、作業が簡単な割に多額の報酬が用意されていたからなんです。そして何度もやり取りを繰り返すうちに、捜査官はこんな話を切り出します。もっと大きな仕事を依頼したい。一度うちのボスと会ってみる気はないか。さらなる大金が手に入ることを期待したストローブリッジは、この誘いに2つ返事で答え、組織のトップ、ミスタービッグと対峙することになるんです。ストローブリッジがアジトへやってくると、ミスタービッグは一言こう尋ねます。でかい仕事を任せるには、お前がどういうやつか知っておく必要がある。武勇伝があれば話をしてみろ。ストローブリッジは自慢げに答えました。あれは俺が17歳の時だった。ノバスコシアのコンビニで女を殺したことがある。嬉しそうに話すストローブリッジだったんですが、次の瞬間、警察が彼を包囲。この自供が決め手となり、とうとう逮捕に至るんです。こうして迎えた2003年5月、ストローブリッジに終身刑の判決が下されます。タバコを見逃さなかった警察の注意深さと、犯人逮捕を諦めない執念が実を結んだ、実に11年越しの事件解決でした。めちゃくちゃ時間はかかったけど、本当犯人捕まってスカッとしたわよ、これは。まさに映画みたいな事件だったんですけど、うん続いての2本目はですね、おアメリカで起きた殺人事件。そしてこの事件でですね、タバコがですよ、一人の男性を救うきっかけとなるんです。残忍な襲撃。2つ目の事件は遡ること24年前の1998年6月7日、アメリカ・オハイオ州が舞台。6歳の少女ブルック・サットンは祖母ジュディ・ジョンソンの家に泊まりに来ていました。その日の深夜、キャー！祖母のベッドで眠っていたブルックはリビングから響く激しい叫び声で目を覚まします。おばあちゃん？ベッドから体を起こし、祖母の眠るリビングへ向かうブルック。そこで彼女が目にしたものは、祖母を襲う男の姿。祖母ジュディは侵入者から激しく殴打されながらも性的暴行を受けている最中でした。さらに男はジュディの首を絞め殺害してしまうんです。怖いわよ、こんなの。子供が見たら一生のトラウマになるわよ。この後ですね、幼いブルックにね、うんさらなる悲劇が襲いかかってくるんです。物陰から一部始終を見ていたブルックは恐怖のあまり一目散に寝室に駆け戻りました。お願い、早く出て行って。そうやって祈るような思いで布団にくるまり震えていたんです。しかし次の瞬間、ブルックの祈りも虚しく、犯人は寝室のドアを開けます。寝室へやってきた男は布団をめくり、ブルックを見つけるとにやりと笑いました。じゃあブルックも殺されちゃったの？まあ、結論から言うと彼女は助かったんです。ですがね、その後が問題なんです。その日の午前7時、ブルックは祖母のベッドの上で目を覚まします。彼女は犯人に首を絞められ、意識を失ったものの、命までは奪われずに済んだんです。体にはまだ痛々しい感覚が残っており、ブルックは数時間前に起きたことが夢ではないとすぐに悟りました。リビングに祖母の遺体が残されている現実に震えながらも受話器を取り、隣人宅へ電話をかけるブルック。おばあちゃんが死んでしまいました。どうかできるだけ早く助けに来てください。その後、ブルックは祖母の隣人によって自宅へ届けられました。自宅へたどり着いた彼女はナイトガウンを羽織っただけの姿で、母親が我が子と認識できないほど血まみれの状態だったといいます。それから警察が駆けつけるまでの間、ブルックは両親に犯人の様子をこう語ったんです。犯人はクラレンスおじさんみたいだった。両親は愕然としていました。そう、ブルックは当時35歳の叔父クラレンス・エルキンズが犯人だと言ったんです。親族が犯人だっていうのは結構ショックな事実ではあるけど、ブルックが見たなら確実よね。当時のね、警察も同じように思ってたんですけど、このブルックの証言っていうのが事件解決のね、長きにわたる大きな障壁となっていくんです。寝耳に水の逮捕。
ブルックの両親からクラレンスの名前を聞いた警察はすぐさま逮捕状を取得。クラレンスの自宅へパトカーを走らせました。手を挙げろ。スワットチームに囲まれ、されるがままに手錠をかけられたクラレンス。一体何事です？あなた方は家を間違えているんじゃありませんか？警察から義母ジュディ殺害の容疑者であることを告げられたクラレンスはただただ驚愕していました。しかし彼にはアリバイがあったんです。犯行時刻は午前2時半から5時半頃。その時間帯、クラレンスは現場から車で1時間以上離れたバーで友人たちと飲み交わしていました。帰宅後は妻と散歩に出かけてから就寝。この日のクラレンスの行動には妻以外にも複数の証人が存在し、彼がジュディの家を訪れていないことは疑いようのない事実でした。じゃあクラレンスは犯人じゃないってこと？そう考えるのが自然なんですけれども、当時のね司法はそれを認めなかったんです。クラレンスが無実を主張した通り、事件現場と彼を結びつける物証は一つも出てきませんでした。さらに殺害されたジュディの遺体から見つかった髪の毛の DNA を調べた結果、クラレンスとは不一致。ブルックの証言が間違っていることは明らかだったんです。そしてクラレンスに下された判決は終身刑。事件当時はクラレンスおじさんみたいだったと曖昧な言い方をしていたブルックですが、法廷で証言台に立った彼女はこう明言したんです。クラレンスおじさんが殺しました。これが決め手となり、クラレンスは投獄されることに。終わりだ。命によって犯人に仕立て上げられた事実に完全に打ちひしがれるクラレンス。しかし彼が諦めたとしても、どうしてもこの判決に納得のいっていない人物がいました。それはクラレンスの妻メリンダ。犯人を必ず見つけ出してやる。夫の無実を固く信じていたメリンダはこの時、そう心に誓っていたんです。物証一つもないのに終身刑になっちゃうの？アメリカにおけるね、裁判上の証言っていうのがいかにこう重みを持っているかっていうのが分かる事例なんですけど、ですがね、クラレンスを解放するためにメリンダはね、ここからね執念を見せていくんです。夫婦の戦い。夫の判決を受け、妻のメリンダはすぐに真相究明のための行動を開始します。親戚に頼み込んでお金を借りると、私立探偵を雇い独自の捜査を始めたんです。実は彼女のこの行動は捜査とはまた別の部分にも影響を及ぼしていきました。クラレンスの判決をめぐって意見の分かれていた親族が必死に奔走するメリンダの姿を見て、徐々に彼女に協力的になっていったんです。そして終身刑の判決から3年後、親族の働きかけもあり、クラレンスが犯人だと主張していたブルックが当時の証言を否定。犯人はクラレンスおじさんではありませんでした。今思えば目の色が違った。おじさんの目は青いけれど、犯人は茶色の目をしていました。証言の撤回を受け、クラレンスの弁護士は新たな裁判を求めました。しかし最新の請願は却下されてしまうんです。なんと検察はブルックが親族や弁護士から洗脳されているのだと言い放ったんです。裁判すらしてくれないの？いや本当にね、身勝手な理由なんですけど、一度ね下った判決、これを覆すっていうのが検察の立場的に絶対嫌だなっていうね、自分たちのことしか考えてないんですよね。でもただね、メリンダはそれでも諦めなかったんです。最新の請願が却下された後も私立探偵を頼りに引き続き情報収集を行っていたメリンダ。その結果、事件当日現場付近に不審な人物がいたことが分かったんです。その人物とはジュディの隣人アールマン。事件の日、意識を取り戻したブルックはとある女性に自宅まで送ってもらっていました。この時の女性の振る舞いには隣人アールが犯行に関与していることを疑わせる部分があったんです。1998年6月7日午前7時、早くお母さんのところに帰りたい。祖母の自宅で目覚めたブルックは今にも泣き出しそうな思いで受話器を握ったが誰とも繋がらない。彼女は留守番電話に助けを求めるメッセージを残すと、待ちきれず隣人宅へ向かった。ブルックが家のドアを叩くと、間もなく一人の女性が顔を折らす。まあ、なんてこと。血だらけのブルックを目の当たりにした女性は目を泳がせた。女性に向かってブルックは必死に話しかける。誰かがおばあちゃんを殺したんです。お母さんを呼んでくれませんか。すると女性はこう言った。今子供たちに朝食を作ってるの。家まで送ってあげるけど、それまで外にいてちょうだい。そう言ってブルックを家にもあげようとせず、なぜか警察を呼ぼうともしなかった。いや、明らかに異常事態なのになんで家にあげてあげないのいやよ。おかしいですよね。女性のねこの行動にはね、ある理由が存在したんです。ブルックと話をした女性は真犯人アールの内縁の妻トニア・ブラジエル。この時トニアは幼いブルックに乱暴をしたのは他でもないアールであることを悟っていたんです。アールはこの日のたった2日前、刑務所から釈放されたばかりでした。彼には性犯罪の前科があったんです。しかも事件があった日の早朝、トニアは背中に傷を負って帰宅したアールの姿を見ていました。この子を家にあげたらアールが犯人だとバレてしまう。そう考えたトニアはブルックがアールと鉢合わせになることがないよう彼女を家の外で待たせたんです。それだけではありません。後の裁判でトニアは証人となり、こんな証言を残しているんです。ブルックはクラレンスに襲われたと話していました。ちょっとなんなのよほんと。
当にもう。犯人をね、かばうためなら他の人が終身刑になってもいいのかっていうね。なんかほんと身勝手な理由ですよね。ただね、運命はクラレンス夫妻に味方するんです。メリンダが奔走して得た情報は刑務所の中のクラレンスを大いに励ましました。そしてクラレンスはある時重大な事実に気がつくんです。なんと真犯人の R が同じ刑務所に投獄されていたんです。ジュディやブルックを襲った事件の後、R は再び性犯罪を犯し、クラレンスと同じ刑務所に収容されていました。真犯人が R だと知ったクラレンスは、そこから秘密裏に彼の行動を追うようになるんです。そしてその時はついに訪れました。刑務所の庭で一服していた R。彼は吸い殻をその場に落とすと、足で火を消し、その場を立ち去ります。今だ！ R を遠目に見ていたクラレンスは、彼が立ち去ったのを見計らい、急いで吸い殻を回収。弁護士の元へ郵送し、DNA 鑑定を依頼したんです。その結果なんと、被害者の体に残されていた DNA と R の DNA が99.9% 一致すると判明します。これはもう言い逃れできないわよ、これは。タバコのね、吸い殻がクラレンスを救うね、最後の決め手となるんです。ただ、決定的な証拠が見つかったとはいえ、クラレンスを一度断罪した検察は簡単に自分たちの間違いを認めようとはしません。そこで立ち上がったのが、オハイオ州司法長官ジム・ペトロ。クラレンスの弁護士に事情を聞いたジムは記者会見を開き、検察官たちに判決を覆すように圧力をかけたんです。こうして2005年12月15日、ついにクラレンスは自由の身となりました。無罪を勝ち取ったクラレンスは、メイのブルックについてこう話します。ブルックに恨みはありません。彼女は過酷な体験の中でも生き残った非常に強い人です。投獄のきっかけとなったメイの痛みも理解し、言われのない罪を着せられても真実が明らかになるのをじっと待ち続けたクラレンス。R が彼の目の前で吸い殻を落としたのは、そんなクラレンスと彼を救うことを諦めなかった妻メリンダが手繰り寄せた運命だったのかもしれません。